今日は東京の国立博物館へ行くのね。特別展、海。面白そうですね。うんこミュージアムかここか迷ってたね。日本館と地球館の2つの展示場があるのか。それで先に地球館へ行くんですね。入り口へ入るとそこがもう日本館だったのか。地球館へ到着。中へ入ります。一応フロアのテーマごとにテロップを入れていきます。ここは地球が生まれてから人類や生命がどのように進化および発展していったかをざっくり展示しています。なんか BGM が癒されます。ここからは生物の多様性を剥製や模型とともに展示してありました。これ説明文を読まないとわからないね。なんて書いてありました？進化や種分化していった生物について説明してあるね。クジラの骨格標本ですか？大きいね。右下の泥みたいな物体はラクダのコブの標本でした。ダイオウイカ、大人の人間くらいのサイズでした。ちょっとこの辺りの展示はグロテスクなものがありました。魚の寄生虫のアニサキスが群れてる標本とか。絶滅した日本のトキの剥製かな。立体的に動物の剥製を展示しています。ここはサバンナの哺乳類の剥製が展示されていました。数の多さに圧倒されます。ここの動物は剥製のために捕獲されたと思うと少しかわいそうです。ゴリラもいたんですね。よくもまあこんなにたくさん集めたね。ハワイ・オアフ島の吉本財団より国立科学博物館へ寄贈されたようです。哺乳類、鳥類、爬虫類の標本約400点だそうです。自信を感じたらボタンを押すゲームですか？数人で速さを競えるんですね。
まあ何が正解かいまいちわからなかったです。ここは科学と技術の歩みのエリアで、車やコンピューターまで科学技術の発展を見れる展示です。深海6500、子供向けの図鑑とかによく載ってたよね。コックピットが小さいなと思ったら2分の1のレプリカでした。日本館へ向かいます。ドーム型の高い天井、美しい白壁、素敵な空間です。カントさん、ここはカメラが禁止です。向かいの展示室に移動しました。いろんな物質を解明するための道具を展示してます。こちらは日本の動植物の変化や歴史の展示です。ここは日本人の歴史が見れました。人骨のレプリカやお尻が丸出しの縄文人の模型をアップしてバンにならないかちょっと気になります。この右の茶色の犬は南極物語で有名なジロの剥製です。そして白い犬はあの忠犬ハチ公です。ここで有名な犬2匹に会えると思ってなかった。こちらは日本の自然や地質などを学べます。オオサンショウウオの剥製、幼い頃に見た車にひかれて干からびたカエルを思い出しちゃいました。カラフルで綺麗です。化石コーナーです。本当は地球館でも恐竜の化石などが展示されているようですが、時間がなくて見に行けなかったね。もうすぐ閉館だから移動しますか。雨止んでるといいんだけど。まだだったね。クジラのオブジェがインパクトあります。博物館の外観はレトロだったんだね。ちなみに建物は重要文化財に指定されています。右へ行けば上野動物園。でも剥製の動物をいっぱい見たから今日は十分かな。ここかうんこミュージアム、どっちに行くか迷ってたけど、こっちでおじさんは正解だったかもね。